こんにちは、とべちゃんです。グーです。はい、私たちは今香港に来ております。本日は香港スカイシティマリオットというここの空港から近くのホテルを取りました。はい、というのも明日帰ってしまうんですね。また空港から近くじゃないと、移動したりとかが面倒くさかったんですけれども、毎回私たちはリーガルエアポートホテルっていう本当に空港から歩いてるホテルに泊まってるんです。もう何回目だろうっていう感じになりまして、今回は別のホテルを取りました。マリオットですね。はい、あとはあれだね、私が今回マリオットを取った理由としてはレイトチェックアウトができるっていうことが大きかったです。明日の出発時間っていうのが朝一とかではなくてちょっと遅い時間なんです。なのでレイトチェックアウトをしてちょうどいいかなぐらいな感じだったんですね。でラウンジ巡りをして、これでちょうどいいじゃないって思いましてこちらを取りました。こちらのホテルなんですけど無料のシャトルバスがあります。シャトルバスの場所なんですけれども、まずアライバルホール B に出てください。そうすると目の前にホテルのカウンター群があるんですね。20個ぐらいホテルのカウンター群があります。はい、そのうちの一つ、マリオットっていうところがありますので、そこの方に私は今回は声をかけました。今私はバスが止まるところに今いるわけなんですけども、こちらへの来方なんですが、アライバルホール B を出て右奥の方にエレベーターがあるんです。でエレベーターで一つ下の階に降りてください。3階です。そうすると駐車場っていうことが書かれているんで、そこ出ます。出ましたら右に進んでください。ひたすら右に進むとホテルシャトルコーチと書いてある青い看板があるんですね。それで右っていう方に書いてあるので、そちらの右の方に進みますとこういう大きな空間に出ます。はい、123456789101112とこうずらーっと並んでますので、10番もしくは11番がマリオットの、ホテルのシャトルバスが止まる駐車場になってます。でホテルのそのシャトルバスが空港から出る時間なんですけれども、15分と45分で30分に1本です。シャトルの運行時間なんですけども、朝の5時45分から深夜の0時45分まで、それ以外の時間帯はやってません。その間の時間帯は30分おきにきっかり出ているそうです。ではホテルのシャトルを待ちたいと思います。はい、こちらマリオット香港スカイシティと書かれています。ではこちらに乗り込みます。やっとホテルに着きました。そしてまずはコーヒー入れました。長い一日だったね。いやでも今回に限ってはマリオット取っといてよかったなと思いました。やっぱりこういう風に疲れてる日とかは勝手が分かってるホテルにしておいてよかったなと思いましたね。まずはお部屋の、ご紹介をしたいなと思うんですが、ある程度標準的なマリオットのお部屋だと思っていただければ間違いないです。なのでざっくりご紹介します。ではお部屋のご紹介をします。足元こんな感じです。かなり大きめなスーツケースも横に広げられるかなと思います。こちらがカードを入れて電気を通す。でおそらくこれピッてやると表に Do Not Disturb のマークが出るんですね。
はい、こっちはお掃除してくださいのマークだと思います。こちら、はい、バスルームの電気が消える、はい、つく、こんな感じです。ではせっかくなのでバスルームから見てみます。はい、こんな感じです。はい、手に持つタイプのシャワーでバスタブがあります。わ、結構大きいシンクがありまして、その下には、はい、バスタオルなどが置かれています。はい、こちらドライヤーです。はい、右の方に、トイレがあるんですが、その上には石鹸などが置かれています。石鹸、ボディーローション、マウスウォッシュ、いつものこのタイのブランドですね。こちらは、はい、とてもいい香り、ユニセックスな香りがします。この箱に入っているものも、はい、いつもと同じようなものです。シャワーキャップ、はい、バニティキット、はい、サニタリーバッグ、はい、シェーブキット、ヘアバンド、ネイルケアに、これは櫛ですね、コーム。この下はなんだ、ソーイングキットが入ってます。はい、で一番上には歯ブラシ、奥には何かがありますね。バスソルトだ。はい、左側にあるこちらの扉、クローゼットでした。だいぶレトロというか古風というか、あんまり見かけないデザインなんですけれども、はい、こんな感じでハンガーだとか金庫、こちらがランドリー、はい、よいしょ、はい、右側にはバスローブだとか傘も置いてある。傘だとか、あとはスリッパ、アイロンだとかブラシが置かれています。はい、最低限のものはきっちり揃っているようです。はい、左側は荷物を置く台です。これかなり大きめです。私たちのスーツケース2つ分、3つ分ぐらいの幅がありますね。このスーツケースはだいたい1日から2日分の、機内持ち込みサイズです。こちらには無料のお水と無料ではないエビアン、そして氷、グラスが置かれています。これ氷入ってるんですね。はい、氷入ってます。ちょっと溶けてますけどもともと入ってました。はい、先ほどこちらでコーヒーを入れたんですけども、このコーヒーのセットはこの下にありました。おっと、一番下に、はい、ポットと一緒にこちらに入ってました。はい、このレギュラーコーヒーデカフェ、はい、コーヒー4つ入ってます。そして紅茶は TWG です。はい、ジャスミンティー、はい、イングリッシュブレックファースト、よいしょ。はい、あとは、はい、こんな感じでお金がかかる系のプリングルスだとかお豆、カシューナッツ、ワインで、左側は冷蔵庫、はい、いろいろ入ってます。レッドブルまで入ってますね。セブンアップだとかペプシ、はい、いろいろ入ってます。奥にはウェルカムフルーツが置かれていました。こんな感じです。でこちらたくさんいろいろつないでしまったんですけども、充電できる場所がありました。そしてこれが、ほい、そしてこれがありがたいなと思いました。はい、これです。変換器、はい、こうなっています。はい、こちらにはカウチがあります。そして小さいグリーンまで置かれていました。こちらが私たちが先ほど入れたコーヒーです。こちらがベッドです。キングサイズ、大きいですね。私は横向きに寝られちゃいそうです。でベッドサイド、
電話だとか目覚まし時計充電できる場所、そして電気のスイッチなどがあります。はい、エアコンの温度調節、ここでもできるんですね。はい、ここでも充電できそうです。はい、こんな感じのお部屋でした。なかなか全体的にデザインがレトロというか、昔っぽい感じの雰囲気なんですけれども、とっても綺麗ですし、いろんなところにこうコンセント差し込み口がありますし、はい、スイッチもこう手の届くところにあるし、はい、とっても使いやすいです。はい、いつも通りいい部屋だね。そうだね、本当にいつも通りのいい部屋っていう感じです。特別これといってダメな部分もないですし、はい、あとはあれですね、一泊してみてどんなだったか、また明日の朝お知らせします。で、こちらのホテルなんですけども、エグゼクティブラウンジがあるようなので、そちらの様子ですとか、はい、行けたら、はい、そちらも、はい、という感じです。では一旦こちらで失礼します。メロン食べていい？どうぞ。いただき。うまそう。甘い。これ甘い。うまい。
なんですが、もう全く問題ないね。うん。とっても快適でした。それで、私たち昨日昨晩着いたんですけども、何を考えないでただ近いからっていう理由だけでここのホテルを取ったんですけれども、窓の外のビュー、うん完璧だね。うん。もう着陸してくる飛行機がほんと 2,3 分おきにバンバン見えますね。すぐそこに着陸するんですけど、本当によく見えます。うんそれが、部屋からだとガラスが間に入っちゃうのでちゃんと撮れないんですが、1個上の階のラウンジのテラスみたいなところがありまして、そこからはもうね、うん、よく見えたね。うん。よく見えました。それがここのホテルのいいとこかな。うん、一番いいとこじゃない？多分一番いいとこだね。本当にもう砂ぼこりまで見えますね。で、あとはあれじゃない、空港送迎が無料っていうこと、無料で特別予約もしないで送り迎えしてくださるというところがいいところなのではないかと思います。朝のご飯についてなんですけども、私たちはラウンジではいただかなかったので、どんなもんかっていうのはわからないんですけども、スペース的にそんなに広いスペースを捉えていなかったんですね。なので軽く食べられるっていう感じかな。だね、多分ね、ラウンジの朝ごはんっていう感じだと思います。私たちは少し遅い時間に行きまして、フルーツとパンをいただきました。多分それは朝ごはんの残りだね。ではこのままチェックアウトをします。はい、バスに乗り込みました。いや、いいホテルだったね。そして今航空会社のパイロットの方がね、泊まってたね。やっぱり近いからね、いっぱいいるんだね。はい、というわけで、航空会社の方もたくさん泊まっているホテルでした。何より私たちみたいな、なんかこう飛行機に乗ったりだとか、飛行機外から眺めたりするのが好きな人にとったら、それが楽しいホテルだったね。なんかね、つい歓声上げちゃう感じ、間近で見られて、しかもなんていうのかな、今もすぐ上飛んでるんですけど、程よく離れているので、あんまり近すぎちゃうと迫力はあるんだけど、いいとこが見えなかったりしない？近すぎちゃうと飛行機は近く見えるんだけど、着陸しているその砂ぼこりが見えなかったりだとかさするじゃん。だけどこれくらいちょうど程よく離れてるとそこまで見えるのが私としては嬉しかったかな。というわけで、飛行機好きな方にはおすすめなホテルでした。では本日の投稿が少しでも参考になったと思えた方は、いいねボタン、チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。では本日もご視聴ありがとうございました。